Hi guys! 日本語 V ティーチャーのわさびです。こんわさびーむ。いつも動画を見てくれて本当にありがとうございます。今日は形容詞の便利な使い方を勉強します。日本語の形容詞は2つあります。覚えていますか？そうですね。い形容詞とな形容詞です。い形容詞とな形容詞の違いは一つ前のレッスンで詳しく説明しています。形容詞の使い方を忘れた人はまずこのビデオを見てくださいね。さて、今日は一つの文に二つの形容詞を使う文法を勉強します。形容詞の形とニュアンスはとても大切です。まず、いい形容詞です。ラーメンです。安いラーメンです。美味しいラーメンです。形容詞が2つあります。1つの文にします。いを取ります。くてにします。安くて美味しいラーメンです。ラーメンを説明します。一つの文に二つの形容詞を使って説明します。他にも言い方があります。ラーメンは安くて美味しいです。このラーメンは安くて美味しいです。全部のラーメンを説明しますか？それともこのラーメンですか？少し違います。な形容詞です。北海道です。北海道は静かなところです。北海道はきれいなところです。北海道は静かできれいなところです。な形容詞はなを取ります。でにします。な形容詞の名詞の形プラスでと覚えてもいいです。北海道は静かできれいなところです。この文は北海道はどんなところですか？のようにどんなの質問の文に使います。これはタイプを説明する文です。例えば、有名なところ、賑やかなところ、これはタイプです。北海道は静かできれいです。これはタイプではありません。事実、ファクトです。少し違います。気をつけましょう。一つの文に、い形容詞とな形容詞を両方使うこともできます。い形容詞を先に言うとき、必ずくてにします。な形容詞が先のときは、そうですね。でを使います。このカバンは高くて有名です。このカバンは有名で高いです。シンプルです。このカバンがどんなカバンかを説明するときは、そうですね。高くて有名なカバンです。有名で高いカバンです。い形容詞とな形容詞、難しいポイントが違います。い形容詞はくて、な形容詞はどんなの文の時は形容詞のスタイルで使う。この2つに気をつけましょう。ラーメンです。安いです。美味しいです。安いけど美味しいラーメンです。これはシンプルな逆説、パラドックスです。これにはいろいろなバリエーションがあります。
けれどもがオリジナルです。がはフォーマルな文を書くときによく使います。どれもですをつけると丁寧になります。会話では形容詞プラスけどプラス形容詞の形を一番よく使います。な形容詞にも同じバリエーションがあります。な形容詞は一つ目の形容詞を名詞にします。プラスだけどです。な形容詞の名詞の形だプラスけどと覚えてもいいです。一番よく使うのはだけどですけどです。だけどのだはですの普通形です。ですを使うと丁寧になります。もちろんどんなの文、ですの文、どちらにも使うことができます。論文やレポート、新聞などの文ではだがをよく使います。話し言葉と書き言葉のルールは少し違うんです。一つの文にい形容詞とな形容詞を両方使うこともできます。い形容詞はシンプルですが、な形容詞にはだけどを使います。みんなよくだを忘れます。気をつけましょう。このヒーローは弱いけど親切です。このヒーローは親切だけど弱いです。弱いけど親切なヒーローです。親切だけど弱いヒーローです。ラーメンです。高いラーメンです。まずいラーメンです。高いのにまずいラーメンです。もちろんこれも逆説です。イメージしてください。ラーメンを食べます。日本で食べます。だいたい1000円ぐらいです。でも、このラーメンは3000円です。あなたはこのラーメンはどんな味だと思いますか？そうですね。多分美味しいと思います。なのに違った。のには気持ちや考え、情報などベースがあります。それと比べて違ったと思うときに使います。ネガティブなことに使うことが多いです。ポジティブなことにも使えます。あとは他のものと比べるときにも使えます。例えば、同じ店のラーメンです。このラーメンは美味しいのに、そのラーメンはまずいです。例えば、ゲームのシリーズです。1は面白いのに、2は面白くない。結構便利です。な形容詞の時は、なのにを使います。な形容詞プラスのにと覚えてもいいです。のにとけどの違いは、のにはサブジェクティブです。どうしてですか？驚きました。ショックです。話す人の気持ちがあります。けどはオブジェクティブです。シンプルです。話す人の気持ちはありません。どちらも逆説です。意味は同じですが、ニュアンスが違います。この犬は小さくてかわいい。
この犬は小さくてかわいい。彼は真面目で親切です。彼は真面目で親切です。沖縄は暑いけど素敵な街です。沖縄は暑いけど素敵な街です。今日は一つの文に二つの形容詞を使う文法を勉強しました。形容詞の形とニュアンスの違いがわかりましたか？これは動詞と一緒に使うこともできます。この文は合ってますか？とか、こんな使い方はできますか？など、あなたの考えた文をコメントから送ってください。日本語をチェックしてお返事します。いろんな文を作ってみましょう。これはすごく難しい文法ではありませんが、すごくよく使う文法です。ぜひ何度も動画を見てマスターしてくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おっつわっさびーむ。バイバイ。